皆さん、こんにちは。本日は、光の牢獄と肉体の闇と題して、古代キリスト教における最大の思想的衝突の一つを紐解いていきます。テーマは、アウグスティヌス対マニ教、善悪をめぐる魂の闘争についてです。若き日のアウグスティヌスをも魅了したこの異端の教えは、一体どのようなものだったのでしょうか。そして、彼はどのようにして正当な神学を確立していったのか、詳しく見ていきましょう。まず、マニ教の根本的な世界観である永遠の二元論から始めましょう。彼らは世界は一人の創造主によるものではないと主張しました。そこには善なる光と悪なる闇、すなわち物質という対立する二つの永遠の実体が存在し、この世界はその戦場であると考えたのです。マニ教の教義によれば、闇の王国から生まれた悪魔が光の領域を侵略し、我々の宇宙はその凄惨な衝突から生まれたとされています。この宇宙の始まりについて、マニ教は一つの悲劇的な神話を語ります。光の神は闇に対抗するため、原初の人間を送り出しましたが、彼は敗北し、闇に飲み込まれてしまいました。この敗北という悲劇により、神の一部である光の要素が、物質という名の闇と混ざり合ってしまったのです。つまり、この世界は、神の愛による創造物ではなく、囚われた光を救出するための緊急手段、あるいは檻として形成されたに過ぎないというわけです。では私たち人間とは何者なのでしょうか。マニ教において、人間とは悪魔が光を永遠に閉じ込めるために作った、動く牢獄に他なりません。魂は神の一部ですが、肉体は悪そのものだとされました。この教義は、当時の人々に、罪を犯すのは私ではなく、私の内にある肉体、すなわち闇なのだという罪悪感からの甘美な逃避を提供しました。自分の意志ではなく肉体のせいだとするこの考えは非常に魅惑的だったのです。物質にとらわれた光を救うため、マニ教の選ばれし者と呼ばれるエリート信者たちは厳格な戒律を守らなければなりませんでした。それが3つの印です。口の印によって何を食べるか、つまり不浄な肉を拒絶し、手の印によって何に触れるか、殺生を禁止し、そして胸の印によって何を愛するか、生殖を否定しました。ここから、後に正統信仰へと改心したアウグスティヌスによる鋭い反論を見ていきます。まず、口の印です。マニ教徒は、野菜や果物に含まれる光は、選ばれし者の胃の中で消化されることで、天に帰ると信じていました。これに対しアウグスティヌスは、神が人間の消化器官を通らねば救われないとは、最大の冒涜ではないかと喝破します。また、肉を避ける彼らが、実際にはトリュフなどの美食を貪っている事実を指摘し、これを偽善であると厳しく批判しました。次に、手の印です。彼らは、植物にも魂があると信じ、草を抜くことさえ、殺人と呼びました。その結果、飢えた人が目の前にいても、果実を摘む罪を恐れて、食料を与えずに見殺しにするという異常な事態が生じます。自分たちは収穫の罪を犯さず、一般の信者に罪を代行させて食物を持ってこさせるという欺瞞をアウグスティヌスは許しませんでした。三つ目の胸の印は、生命そのものの否定でした。出産は、魂を新たな肉体の牢獄に閉じ込める最悪の行為とされたためです。彼らは性行為そのものではなく、妊娠を徹底的に忌避しました。これに対して、アウグスティヌスは、子孫を拒絶する結婚は、妻を単なる快楽の対象へと貶めるものであり、生命と愛を破壊するものだと反論しました。マニ教の問題は、実践面だけではありません。彼らは旧約聖書を、残酷な悪心の書として廃棄しました。さらに新約聖書でさえ、自分たちの二元論的教義に合わない箇所は、後世の改ざんだとして切り捨てたのです。彼らにとっての真理の基準は、歴史的事実ではなく、自分たちの気に入るかどうかという主観という名のハサミでしかありませんでした。これに対し、アウグスティヌスは、旧約聖書を決して切り捨てません。彼は、ヨガタ論という視点を提示します。旧約聖書は、来たるべき真理のヨガタ、つまり影なのです。律法や儀式は間違いだったのではなく、キリストという実態を指し示すためのものでした。神の救済の歴史は、断絶しているのではなく、調和の取れた一つの物語としてつながっているのだ、と説きました。そして、最大の論点である、悪とは何かという問いです。マニ教は、
悪を神と対等な実体と考えましたが、アウグスティヌスは、悪は神と対等なライバルではないと断言します。闇が光の不在であるように、悪とは実体ではなく、善の欠如に過ぎないのです。存在するものはすべて、神によって作られたがゆえに本質的に善です。この世界は、善悪の永遠の戦場ではなく、本来あるべき姿を失った被造物なのだと定義し直しました。悪が実体でないなら、その起源はどこにあるのでしょうか。アウグスティヌスは、我々は物質の被害者ではないと語ります。悪の起源は、悪い肉体にあるのではなく、私たち人間の自由意志の誤用、つまり善からの背きにあると指摘しました。これは人間の責任を問う厳しい真実ですが、同時に希望の光でもあります。なぜなら、私たちは自分の意志で、再び善である神の方を向くことができるからです。マニ教は物質世界を憎み、そこから脱出するという幻想を説きました。しかしアウグスティヌスは世界を愛し、その中にある秩序と善を回復するという現実を説いたのです。信仰とは現実を否定し、逃避することではありません。傷ついた現実をあるべき姿へと癒す営みなのです。